先日無印良品にお買い物行ったら買いたかったものをまた買い忘れてきました。こんにちは、夏です。今日は前回刺繍したカゴに春のお花を刺繍していこうと思っています。どんなお花を摘んでいくのか、ぜひ完成までの時間を楽しんでもらえたら嬉しいです。今回はこれまで避けてきたお花にも挑戦してみようと思います。春は一年の中でも一番お花が咲く時期なので、何を刺繍するのか何色にするのかちょっと迷います。同じお花でも様々な種類の色があるので、好きなお花はと聞かれたら選びきれないくらいたくさんありますよね。さて、刺繍糸の色を決めたので刺繍を始めていきたいと思います。まずは私にとって難しく感じるお花、水仙のお花を刺繍してみたいと思います。真ん中のところも鮮やかなオレンジ色だったり、お花が黄色だったりすると思うんですが、今回は真っ白な花びらと真ん中は黄色の糸を使うことにします。カゴで刺繍してきたようにバックステッチで丸い形を作ったら、くるくると糸を巻いて整えていきます。糸の本数は3本取りで行っています。今回の動画の冒頭でちらっとお伝えした買い忘れエピソードなんですが、何を忘れてきたのかちょっと話していきたいと思います。料理を作る時に無印のシリコン素材のお玉を使っているんですけど、この間少し慌ただしく夜ご飯を作っていたら燃やしてしまいました。なんで燃やしたのと思った方もいらっしゃると思いますが、私もなんでと驚いた瞬間でした。急いでいたこともあって、つい火元の近くに置いてしまっていて、炎を出して燃えていました。すぐに気づいたので、全然危なくはなかったんですが、シリコンなので溶けてしまっていたんですね。なので泣く泣く処分をしました。でも割と長く使っていたので、そろそろ買い替えようかなとは思っていたので、そこまでショックではなかったんですが、いざシリコンのお玉を数おうと無印に行ったのに、前から欲しかったカフェオレベースや食卓用のトレイを買って、やっと買えたと嬉しくなって、そのまますっかり忘れて帰ってきました。
そしてその日ご飯を作り始めた時に買い忘れたことに気づいて、あ、またやってしまったなと思った日がありました。こういうミスはもう本当によくあるので、動画でもいつも見てくださっている方はご存知かと思いますが、毎回がっかりしつつ治らない短所なところです。最近頭の中でずっと流れている曲があります。それはネバーエンディングストーリーのテーマ曲です。この曲といえば、私はファルコンを思い浮かべるんですが、同じ方いらっしゃいますか？ファルコンは大好きだったんですけど、沼から出られなくなってしまった馬や、大きな岩を食べる岩男のような存在だったり、子供の頃の私には初めて見る表現や世界観が多くて、少し怖かった記憶も残っています。そんなどこか懐かしいこの曲のイメージが最近少し変わる出来事がありました。作業に集中するためにネットフリックスをつけることがあるんですが、その中で出会ったのがストレンジャーシングスという海外ドラマです。今年に入ってから少しずつ見ていたんですが、あるピンチの場面でみんなで頑張ろうとするシーンがあって、そこで流れていたのがこのネバーエンディングストーリーのテーマ曲でした。その時は、あ、ファルコンの曲だと思いながら見ていたんですが、作品を最後まで見終わった頃には、この曲のイメージがすっかりこの海外ドラマのストレンジャーシングスのものに変わっていました。まだアラフォーではありますが、人生って長く生きているとこういう不思議な感覚の変化もあるんだなぁと少し面白く感じた最近の出来事でした。さて、チューリップの色はいつもより明るく鮮やかな色を選んでみました。理由は今回使っている生地に色があるからです。優しすぎる色だと分かりづらいかなと思って発色のいいものを選びました。そして水仙のお花ですが、花びらの枚数が5枚になってしまっていました。少しほどいて6枚にやり直しています。
水仙とチューリップのお花ができたので、休憩としておやつタイムにします。無印で買ってきたカフェオレベースと牛乳を準備しました。福岡では先日25度くらいまで気温が上がっていて、もう少し暑いくらいだったんですが、今日も暖かいので氷も用意しています。カフェオレベース自体、これまであまり買ったことがなかったんですが、最近カフェインを摂りすぎている気がしていて、今回はカフェインレスを選んでみました。そして一緒に買ってきたおやつは八朔味の寒天餅です。スーパーでも見かける柚子味の寒天餅にハマったことがあったので、無印のものも気になって選んでみました。サイズは一口くらいの大きさで食べやすいサイズだと思います。これはめちゃくちゃ美味しいです。成分表を見ると八朔シロップが入っているみたいで、しっかり甘みもあるのにすごく爽やかでちょうどいい美味しさです。これは食べ過ぎるやつですね。気づいたらヘルシーどころか普通に太るパターンかもしれません。お値段もお安くはないのでたくさん買うことはないと思うんですが、一度ハマると飽きるまで繰り返し食べたくなる性格をしているので、ちょっと危険かもしれません。それくらい当たりの商品でした。今度買い忘れていたシリコンのお玉を改めて買いに行くときに、この寒天餅もまたきっと買います。そしてちゃんと1個までにすることをここで誓っておこうと思います。おやつタイムで手を休めたので続きを進めます。今回準備していたカゴの刺繍は隙間があるデザインなので、空いているところはお花の茎だけを表現するのか迷いました。昔から作品として刺繍していた忘れな草のお花を少し入れることに決めました。落ち着いたくすみブルーの色合いで忘れな草を表現するのが好きなので、この色を選んでいます。
上の部分にはパンジー風のお花を刺繍していこうと思います。ピンク系にするのか、水色で淡い表現をするのか、それとも黄色と紫の組み合わせにするのか、これもとっても迷いました。周りのお花たちのバランスを考えて、今回はブルーと紫の組み合わせを選ぶことにしました。ここも水線と同じように2本糸で刺しています。完成しました。最後のお花はラベンダーを刺繍していきます。このラベンダーの色も刺し方も何度も作品として作ってきた私が刺繍するラベンダーといえばのデザインです。過去の動画でも登場しているので、きっと見覚えがある方も多いかと思います。
そして一番最後の仕上げはピンクがいいか白がいいかいくつか迷いましたが、春は新芽の緑の色も可愛いので明るい黄緑の糸を使おうと思います。以上で今回の刺繍の完成です。今回も最後の方までご視聴くださりありがとうございました。ぜひじゃんけんもしていってください。最初はグー、じゃんけんポン。今週もちょこっといいことありますように。